2021年9月25日です。第1回大体今日のドイツランドをお送りします。皆さんお元気ですか？こちらはオランダからドイツに越してきて2ヶ月半ほど経ちました。日本と違うところはもちろん、隣の国のオランダとも違うところをいろいろ見つけました。ニュースの前に気がついたことをいくつかご紹介します。どうぞ。まず、建物の窓の大きさが違いました。窓命のオランダの建物はやはり窓が大きくて、壁中できるだけ窓というところが多かったですが、ドイツの建物の窓は常識的な大きさで少し物足りなく感じます。次に、タバコの販売の規制が少ないらしいことに気がつきました。オランダではスーパーでタバコを売るにはサービスカウンター1箇所でしか売れず、見えるように陳列するのは禁止でした。もう少しするとスーパーでの販売自体が禁止される方向で進んでいます。ドイツでは州によって違うかもしれないけれど、私の住んでいるヘッセン州ではレジ横に販売機があります。住宅街に自動販売機もあります。また、行政の手続きや病院もろもろの予約などでそれほどデジタル化されていないのに少し驚きました。といっても日本よりはだいぶ進んでいると思います。インターネット回線もまだ割と古いものを使っているようで、地域の Wi-Fi 環境が悪いためにコロナ禍でのオンライン授業が受けられなかった大学生もいるそうです。パン屋が多く、そして売っているパンの種類が多く美味しいです。コンセントにホコリの入らない工夫があります。小さなシャッターのような部分を引っ掛けて吊り下げるようにしないとプラグが入りません。さらにカバーがついているところもあります。私はさすがドイツと感心しましたが、こういうのは日本にもありましたか？ Anyway、 そんな第一印象の国から大体今日のニューススタートです。明日9月26日、ドイツでは連邦議会選挙が行われます。16年間首相を務め、国民のお母さんとして尊敬され人気のあったアンゲラ・メルケルが政界を引退するので、政治が大きく変わることが予想されており、とても重大な選挙と国外からも注目されています。現在、ドイツ連邦議会に議席を持つ政党は7つあります。これまではメルケル首相のいる中道右派の CDU、CSU 連合と中道左派の SPD の連立で全体の 70% ほどを占めていましたが、現在では2つを合わせても 50% ほどにしかなりません。新しく人気が出てきているのは環境問題を重視する緑の党で、今回の選挙での得票数によってはこの3つの政党もしくは別の政党とのコンビネーションで連立政権が組まれることが予想されています。混戦模様です。今回注目されているトピックの一つに環境問題があります。2018年に環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんが始めた活動に呼応して、ドイツでも若者の間で Fridays for Future という気候変動対策を訴える運動が広まりました。それにつれて若者を中心に緑の党の支持者が増えています。また、今年7月にドイツ南西部で起きた大規模な洪水の影響で、以前より多くの人が環境問題に関心を示すようになりました。緑の党にとっては強い追い風となるはずでしたが、党首のベアボック氏に学歴詐称や盗作疑惑などのスキャンダルが出て、支持率は下がり始めました。CDU のラシェット氏は洪水の被災地訪問時に楽しそうに笑っている姿がテレビに映り、イメージを悪くしました。その後、CDU のポスターはラシェット氏の顔写真の入っていないものが増えました。反対にその反動もあってか、SDP のオラフ・ショルツ氏の人気が高まってきており、キャンペーンはショルツ氏を前面に出す方向にシフトしました。今回の選挙は今後のドイツの進む方向を決める大事なものとなりますが、選挙に参加しない人たちの現状もあります。ドイツはメルケル首相の取った人道的な政策で戦地などから移民を多く受け入れてきました。2019年には国民の 26% が移民の背景を持つという割合になっています。彼らの多くは
ドイツで暮らし、働き、税金を払っていますが、出身国のパスポートを保持するためにドイツのパスポートを持つことができません。そのため選挙権を持っていないのです。このような人がドイツ全人口8300万人、有権者6000万人という中で1000万人ほどいるそうです。ある若者は、地域で暮らしているのは多様な人々なのに、議会で座っているのは年を取った白人の男性ばかりだと言っていました。政治家は選挙権のない人の話を聞こうとせず、私たちの声は届かないと。また、格差が広がり、すべての人に機会が均等に与えられていないという事実上もあります。貧しい家庭に生まれた人や移民が平均収入を得られるようになるまでに6世代分の時間がかかるとした調査結果もあります。貧困に苦しむ人たちは日々の暮らしに精一杯で、政治への興味を失い、選挙権を持つ人でも投票しません。もう一つ、ベルリンの壁崩壊からもう30年以上経っていますが、旧東ドイツ出身者と旧西ドイツ出身者では考え方、政府への信頼などの点で未だに相違があるそうです。前回の選挙で躍進した極右政党のドイツのための選択肢には、政府に不満を持つ旧東ドイツ出身者が多く投票したそうです。ですが、毎年東育ちと西育ちの高校生の交流プログラムを主催している人によると、若いインターネット世代の人々は同じものを見て、同じような服を着て、同じことを考えているそうです。東と西の分断は解消されていくだろうとの見解でした。明日の選挙ではどんな結果が出るでしょう。注目して見てみましょう。ニュースは以上です。この動画の説明欄に関連記事のリンクを貼り付けてあります。興味のある方はご覧ください。今日はおまけはありません。間に合いませんでした。ということで、だいたい今日のドイツラント1回目はこれで終わりです。次回までごきげんよう。Bis zum nächsten Mal. Tschüss.